今週も二次元にまつわるニュースをまとめてお伝え、イージツニュースです。さて、今ですね、もう鬼滅の刃すごいことになってますよね。3日間で興行収入46億円ということになって、新海誠監督もね、こういう喜ばしいことはなかなかないよねみたいなコメントを出していらっしゃいましたが、そんな中ですね、もう一つ、とうとう、アプリの正式サービスが始まって30日にアニメがスタートするD4DJ なんですが、この間第1話の先行配信という YouTube であったんですけど、それがなんか初め40何万回とかかなと思ってたら100万回をいつの間にかこの土曜日のこの夜の段階で突破していまして、あれなんかすごいひたひた来てるなと思ったら、でアプリの正式サービスになると、今度10月の28日にゴールデンタイムで D4DJ プレゼンツのカウントダウン TV やるということで、なんだかコンテンツを絶対ヒットさせるぞという武士ロードのですね意志みたいなものを激しく感じます。さて、そんな中ですね、今週のニュースは、こんな感じ。すっごいめでたいことがありました。僕らの7日間戦争、これね、アニメ版として公開されましたが、シッチェスカタロニア国際映画祭のアニメーション部門で最優秀長編作品賞を受賞してます。もうこれ今までそれこそね、新海監督の作品とかが受賞している非常に歴史ある映画祭で作品性が評価されました。そして10月の21日にあったニュースですが、クラリス10周年記念ライブで素顔を披露。そうですね、マドカマイカの主題歌とか知ってる方多いと思いますが、ずっと顔を隠して活動されてきたんですけども、今回仮面を取って素顔を配信ライブで明らかにしていたということです。そしてコロナウイルスに感染したというニュースが流れていた黒沢智代さんなんですが、無事退院されました。よかったですね。でそして、このところ立て続けに新しいアニメのニュースが出る、そんな発表会が予定されていまして、今度来週の火曜日にNetflix アニメフェスティバル2020アニメラインナップ発表会というのがあるんですけど、そちら朝ありまして、そして夜はトークショーが行われるということになってますが、こちら私司会させていただきます。それからフジテレビアニメラインナップ発表会、今フジテレビっていうのはノイタミナという新アニメ枠、そしてプラスウルトラというアニメ枠、そして映画の制作などもやっていますが、そちらの情報をまとめて一気にお伝えするその発表会があるわけなんですが、私こちらも司会させていただくことになっております。知ってんだけど詳細はもちろん発表会があった後にいろいろお伝えします。そして今週のアニメ化はこんな感じでございます。はい、大きいところというと京都アニメーション制作の弓道アニメつるね、ありましたが、こちらがテレビ放送2周年記念ムービーで発表になりましたが、劇場版やるそうです。今もうバイエレット・エヴァーガーデンがとうとうね100万人を突破したなんていう話も、出てますからね、勢いのある京都アニメーション、またクオリティの高いアニメ作ってくれるでしょう。そして、テレビアニメですが、こちら140万部を突破している異世界ファンタジー小説月が導く異世界道中、こちらがアニメ化されて2021年放送。キャストが花江夏樹くん、さくらあやねちゃん、紀藤あかりちゃん、非常に豪華ですね。でそして、理系が恋に落ちたので、証明してみた。こちらテレビアニメ第1期放送されてましたが、こちらの2期が制作決定。そしてアリスギアというゲームがあるんですが、こちらの完全新作 OVA がリリース、ゲームの方のね1000日記念として企画されているそうです。そして、今日はこれをピックアップで語らせてください。どうぞ。はい、うろぶち源、脚本の YouTube オリジナルアニメオブソリートのエピソード7からエピソード12が12月1日から YouTube プレミアムの、登録者に向けて配信されるということになったんですが、これなんですよ。今アニメーションって、どうしたって世間の受けを強く意識して、もちろんどんな人たちも面白いものを作ろうと思ってると思いますが、なるべく世間に受けられるように、作っているという中、今回超硬派で、ゴリゴリのおじさんばっかり出てくるアニメを実は YouTube でうろぶち源さんが作っていました。これエピソード1から6というのは去年の12月にすでに YouTube プレミアムで配信されてまして、これがねすんごいハード。どういうものか、もう本当に現代の世界をベースにしてるんですが、そこに一つエグゾフレームという、ロボットって言ってしまっていいでしょう。 2.5 メートルぐらいのロボットが、なぜか異文明によって、そうです、地球上の文明じゃないものによってただ同然の価格でなぜか手に入る。しかしそれをまだ解析することはできていない人類はというところで、そういうロボットがもし地上に現れたら、もちろん建築作業とかに使うこともあるでしょうけれども、やっぱり人は戦いに使ってしまうのではないかというところからスタートする超ハード作品です。でこういったものを
まあね、テレビ放送した場合どういうリアクションになるのか、そして劇場公開した場合もどうなるのかというのはまだ誰にも読めないところだと思うんですが、 YouTube だったら好きな方に届くということで、これもう全世界的には数千万回再生されるということになってまして、これのですね先がむちゃくちゃ私気になってたのが12月に見られるということですごく楽しみにしております。これブルーレイ DVD などもね3月の26日に来年発売されるというような発表もこの中にあったんですが、まあ楽しみ。まだねYouTube プレミアム入ってない方も結構いらっしゃると思いますけど、正直、おすすめですね。こういうハードなものが好きな方は、エグゾフレームのプラモデルとか一緒に作りませんか。はい、ということで今週の2次通ニュースでした。